こんにちは、長谷川恵美です。今回もワールドハウスでお家を建てられたオーナーさんのお宅で、オーナーさん直々にこだわったポイントや逆にこうすればよかったなんていうポイントを紹介しながら調査していきます。今日はよろしくお願いします。こちらこそです。よろしくお願いします。まず、お名前と、ご職業、家族構成を教えていただけますか？はい、わかりました。藤岡のぞみと言います。職業はお庭を作る仕事をしています。夫と息子と猫が2匹います。じゃあ2匹。じゃあまずはこのお宅は築何年ぐらい？4年目になります。4年目。なるほど。で、早速目が行くこの外観が素敵なんですけれども、この外観もこだわりがあるんですか？汚れっていうものを意識したときに、タイルの方が後々のメンテナンスが楽かなということで。なるほど。ここが駐車場ですね。そうなんです。お客様を含めると4台車が止められるようになっています。なるほど。自分の車は中に。じゃあいいですか、見せていただいて。もちろんです。建物の1階が駐車スペースとして使えるようになってます。今はこっちに1台車を止めて、向こう側は収納スペースのような形で使っています。これ2つに分けてる理由っていうのは構造的な問題もあるんですけれども、やっぱ間に柱がないと木造の3階建てなので、頑丈な柱をワールドさんで入れてもらってますので、車も止められるし、物も置けるっていう形になってます。じゃあこの柱で分けることによって一石二鳥な作りなんですね。そうなんです。どうぞ。お邪魔します。どうぞ。お店屋さんかのような窓も大きくて素敵ですね。玄関入った時にお庭のある暮らしっていうのが見えるような、そんな玄関にしたくって、ここはフィックスの大きい窓を入れてもらいました。それから素敵な観葉植物なんかもう玄関だけで期待がワクワクしてしまうんですけれども、靴をしまうところがないような気がする。靴はガレージのこちらの右側のところに棚を作ってます。いいですか？行ってみてもいいですか？ここのところに靴をよく使う。なるほど。靴をかけるような棚を作ってあって、どうしても職業から長靴、ブーツがたくさん必要なので、壁面を利用すると結構たくさんの靴置けますので、家を建ててからコロナの時代になりまして、そこにはマスクとハンカチとかが収納されてます。よろしくお願いします。どうぞ。ここはどういったスペースになるんですか？ここは通常はホールとして使ってるんですけれども、お客様がいらっしゃった時にここで泊まれるっていうようなスペースになってます。泊まれる、お部屋になるんですか？そうなんです。そこの扉を閉めると、なるほど。ここで空間ができるんですね。お布団を敷いたりしてホテルみたいですね。でそれにはやっぱり水回りがないと、手洗いとおトイレとシャワーブースありますので、お邪魔します。どうぞ。本当ホテルのようなトイレと洗面と、なるほど、シャワーなんですね。そうなんです。じゃあお家帰ってきてすぐなんか汚くなっちゃったって時はここで浴びることも可能なんですね。もちろんです。考えられてますね。すごい。このインテリアもおしゃれですね。お庭でよく遊ぶので、ここにはコンパクトになるデイベッドみたいなのがパパパって作れるものが入ってて、すごい。さあ、そしてこちらには扉がありますが、これはお庭に、ここからお庭につながるようになってます。行ってみてもいいですか？もちろんです。いつかね。すいません、ありがとうございます。お借りします。なんかもう公園のような花壇といいですね。なんかお花のセンスもすごく素敵。ここには大きなテーブルがありますが、ここはお休みの日はここで食事をしたりとか、あと夏にはここにプールが出現します。ここの芝生のところにね。そうなんですよ。でお友達を呼んで楽しい時間を過ごしたりとか、この屋根はですね、今日ちょっと雨が降ってきたので開閉できまして、天気がいい時はこうパーゴラのようにしてまして、雨が降ってきたなーって思う時は逆だった。こういう風にするとちょっと難しい屋根になって雨じまいがいいんです。素敵なお庭でした。ありがとうございます。じゃあ2階もお願いします。ではご案内します。これちょっと通常より階段広いです。そうなんですよ。うち3階建てなので、荷物を持ったりして狭いとちょっと窮屈かなということで、少し広くしてもらいました。なるほど。あと毛上げも少しワルドさん低くしてくれたので、そんなに大変な思いをしなくてももう2階です。そう、本当に上がりやすい階段でした。という形で2階になります。ではまずお風呂の方からご案内します。こちらが
あら、お邪魔します。海が見えますよ。そしてこの観葉植物が。そうなんです。お風呂も。はい。植物たちはお湯とか大丈夫？湯気は全然大丈夫です。で、ちょっと湿気が好きな植物たちをお風呂には連れてきてますので。なるほど。楽しいですね、お風呂もね。そうなんです。お水あげする時も簡単なので。シャワーね。いいですね。そしてこちらが洗面台。はい。広いですね。一人ずつ頭がセットできるようにと思ってコンセントもそれぞれつけてもらったりも、両側にあっているんですけれども、あとはお洋服とか手洗いしたかったので、シンクを広く作ってもらいました。シンクはどちらのメーカーさんのもの？これは TOTO さんの。TOTO さんの。ね。でこの洗面台はこれは造作で作ってもらいました。合わせて。はい。このタイルも可愛いんですね。今ポイントでタイルを貼られる方多いかと思うんですけれども、やっぱりこう水が跳ねるので、その部分タイルにする方多いと思うんですが、1枚ずつ選べるんです。選べます。で、組み合わせも選べるので、センスが光ってますよね。で、こちらにも観葉植物が。そうですね。で、あそこに北側の窓になるんですが、棚をちょっとつけてもらってて、楽しんだお花がドライになった後にどんどん飾っていけるようにしてます。で、年末にこう大掃除の時にはさよならして、また新しい年に新しい植物を飾っていくっていうような形にしてます。ですのでまだ今少ないんです。そしてこちら側に行くとランドリールームですね。こっちは日当たりのいい場所になるんですか？こっちは北側なんですけれども、北側でもいっぱい窓がありまして、こちら北、それから西に窓があって、ここずっと抜けるとお風呂の窓も開けるとすごい風が抜けるんです。そうすると洗濯物は風が抜けるとよく乾きます。なんか日当たりのいい場所にランドリールームで作らなきゃいけないのかななんて思ってたんですけど、そんなことないんですよ。じゃあもう北側でも全然問題ないです。なるほど。そしてこちらに鏡が一つあるんですけれども、ここは私のお化粧ルームでお化粧コーナーになってます。ここでお化粧、本当はね、そこの洗面台、そこでお化粧しようと思ったんですけど、ちょっと暗くって後からこれつけました。後から。さあ、それではここで2階。そうですね。はい、こちらの2階の部屋もご案内します。2階にもお部屋あるんですね。そうなんです。寝室がありまして、こっちだけ。はい、こちら。まずこちらが寝室とあと子供のと一緒に楽しく過ごす。つい最近購入したテーブルではあるんですけど、この間まで本当の子供部屋でおもちゃがいっぱいだったんですが、春から3年生になるので、そろそろなんとなく自分のテーブルがあっていいかななんて。お隣は私の仕事をする。このインテリアもすごくおしゃれなんですけど、これはつってあるのは、これはライティングレールに今フックがつけられて引っ掛けられるようになってます。うち猫飼ってるので、猫ってどうしても観葉植物食べると良くないものも多いんですけれども、引っ掛けておくとリスクが。なんか各所にこう犬ちゃんがいたりインテリアがあるんですけど、やっぱこれもこだわりで。これはね、ドアストッパーでどうしても全部閉まっちゃうと猫が出入りができなかったりするので、本当はねドアに猫のドアを作ればいいんですけれども、よくこう閉じ込められてしまうっていうのがあるので、これも置いといてバンって閉まらないように。壁紙も素敵ですね。壁紙も葉っぱとお花になぜかなってました。すごい。意識的じゃなく。うわー、これ絶対晴れてたら美しいね。今日雨が降っちゃったからあれですけれども、窓が大きい。これやっぱお外に出てこうくつろいだりする時間は多くあるんです。そうなんですよ。季節にもよるんですけれども、夏はプールをしたりとか、子供がパチャパチャ遊んでるところで飲むビールは美味しいですよ。いいですね。さあ、そしてこちらにはなんか火が出てますけど。あったかいですよ。思いのほかこれだけでも空間は暖かくなって。これはちなみに暖炉なんです。バイオエタノールを燃料とした暖炉です。かけになってみてください。どうぞ。もちろんです。すごいいいですね。壁も天井高いです。ここだけは天井を高くしてもらって、そこまで本当の暖炉ではないんですけど、暖炉のようにこう天井までこう上がっていくっていう。これ煙とかが上に出るわけではないんですよ。いやー、すごい。この壁紙が違うのもまたおしゃれですね。ワールドさんにわがままを聞いていただいて、ここはこの色にしたい、ここはちょっと簡単な漫画を描きまして、漫画を描きまして、それではあっちのダイニングの方にお邪魔したい。こっち行きましょうかね。じゃあまずキッチンの方から。こっちにキッチンをお邪魔します。これはアイランドキッ
チンと呼ぶんですか？アイランドみたいにしたかったんですけれども、アイランドキッチンって結構コストがかかるので、壁を作ってアイランドっぽく使えるようなキッチンにしてもらいました。使い勝手としてはね、アイランドみたいな感じになってますし。そうですよね。ぐるっと回れますもんね。でここに透明の強化ガラス入ってまして、どうしてもここで火を使うと向こう側に油が飛んでったりするんですけど、サイズが2パターンあって、このぐらいの高さのものと、フルでっていうので選べたので、私は上までのにして。ここから見る景色はどうです？もうキッチンね作りながら海が見えてすごく気持ちいいです。どちらのメーカー？これはパナソニックさんの。パナソニックさんのものですね。いいですね。実はこの棚、ここの高さなんですが、私身長160なんですが、160センチの私は当たらないの。夫はねガンぶつかるんですよ。でそしてなんか噂によるとこうお家を建てる前から入れ替え家具があったという話を。もうダイニングテーブルはお家の打ち合わせをお勧めさせていただく前から、このダイニングテーブルが欲しいって予約してこれがこだわりのダイニングテーブル。四角とかだとどうしても向かい合った人と正面になっちゃうので、だから正面ってこう緊張するじゃないですか。それが少しこう視線がずれることによってあまり気にならずにいられるっていう。これはどちらのメーカーとかあるんですか？これはアクタスさんで扱っているテクタ21というもの。へー、おしゃれですね。ドイツのバウハウスの時の。なんか実際にこう使ってみていい感じ。すごいです。やっぱり足がなくて三角形みたいななってるので、椅子がいっぱい置けるんですね。最大でちっちゃい椅子も合わせると9人ぐらい座れます。どうしても日本人って膝から下が短いので、足がこう浮いちゃうんです。ですので足を2センチカットしてもらってすごく落ち着きます。足が作っていいなって思います。どう使ってみていい感じ？いいね。お家で一番こだわりそういったのってどこになります？面積が限られてはいると思うので、そういうふうに過ごすかっていう目的をちゃんと自分の中でイメージして考えました。そんなにダイニングリビングは広くはないんですね。ですのでどういうふうに使うかっていうのをちゃんと図面に寸法を落としてワールドさんとも打ち合わせして、その家具が入るかどうかよく検証をした上で作りました。今日はご紹介いただいてありがとうございました。とんでもございません。ちょっと気になってたんですけど、この3階建てのこれだけ日当たりのいいお家で暑すぎるわとかそういうことって。ワールドさんの木造のお家ってなんて住みやすいんだろうって思います。冬はね、暖かくって、夏は暑くないというか。窓を開けていただいてたらすごい風が抜けるんですよ。一日中ずっと明るいです。朝日が昇って南に太陽が回って西日になるんですけど、光が入ってきて暗い時間帯っていうのがないですね。どこのお部屋も。そして風が抜けるので。すごく過ごしやすいです。素敵なお家ご紹介いただいて今日はありがとうございました。こちらこそです。ありがとうございました。それでは次回もお楽しみに。